メンタル休暇みたいな感じ。ジンマシンはもうほぼ毎日。屋久島一周エコマラニックエントリーしました。走り終わったらこのテニスコートでテニスやります。もうちょっと頑張ります。はい、45分走ってきました。もうちょっとなんか被災者のためにやってあげろよ。まあ本当に政治家ってはい、皆さんおはようございます。今日は月曜日なんですけれども、私はなんと働きません。単刀直入に言うとメンタル休暇みたいな感じですね。私のね、ここ最近の Vlog を振り返ってもらうとわかるかなと思うんですけど、まあ仕事が忙しいみたいなことをずっと言ってたと思うんですよ。で、出張 Vlog とかも何個か上げたと思うんですけど、なんか徹夜してる Vlog があったりとか、あとめちゃくちゃストレスフルな出張があったりとか、いろいろね Vlog でもその様子をお伝えしてきたと思うんですけれども、まあそんなことを続けているとですね、心と体に影響が出始めるわけなんですよ。で、これも Vlog でちょっと言ってたと思うんですけど、なんか片頭痛がするとか、なんかジンマシンが出るとか、これがもうかなり悪化してきてしまってて、ジンマシンはもうほぼ毎日こう数時間に1回とか、まあ下手したら1時間に1回とか、そういうレベルで出て体が痒くなる。で、そして片頭痛もかなり頻繁に起こる。で、片頭痛が一旦起こったらもうその日一日中頭痛いみたいなね、何にもできないみたいな感じなんですよ。で、そういう感じの症状が数ヶ月間続いてて、さすがにこれはやばいなと思って3週間くらい前にお医者さんに相談しましたと。で、その時に、これは典型的なね、仕事のストレス、仕事量が多すぎるのと、仕事でいろんな人からプレッシャーもらってるのが問題だから、一旦セラピストさんに会いましょうみたいな感じで、セラピーの予約をしました。で、セラピストさんに会ったのはいいんですけれども、忙しい中でもリラックスできる時間を仕事中に作る努力をしましょうみたいな、そういう風な話の持って生き方だったんですね。もちろんセラピストさんってそれが仕事なんで仕方ないと思うんですけれども、で、その時にそのセラピストさんとも合意したのが、とは言ってもこんなに仕事で超忙しくって、もうチームの人をもうみんなアップしてる状態の中で、無理やり休憩時間を見つけてリラックスしましょうっていうのも難しいよねって。でもやっぱりこういう症状が出てきてしまってるっていうことはもうそこそこにひどい状態ではあるから、仕事をいっそ休んでしまってしっかりとリカバリーに集中できる時間を設けた方がいいかもねみたいなことを話しました。で、それを話している段階がだいたい2週間くらい前だったんですけれども、その後2週間ですね、仕事を頑張って続けてみたんですけれども、やっぱり症状が重くなっているというか、変わらないという感じだったので、もう一回お医者さんに行って、で、セラピストさんとこういう話もして、で、症状やっぱ良くなってませんと。で、仕事ももうこれからいろんなマイルストーンが待ち構えてるんで、良くなることもありませんというふうに正直なところをお話ししました。で、そしたらもう、あなたとりあえずこんなふうに体に異常が出てる時点でかなりやばいから、とりあえず2週間病欠を取りましょうというふうに医者に言われました。で、それで2週間はね、仕事をしないという状態なんです。だからこういうふうにね、朝今9時過ぎなんですけど Vlog を撮ってるっていう感じですね。なのでこの2週間とりあえず休む。で、休むっていうのはずっとベッドで寝てろっていう意味ではなくって、とにかく仕事はもう忘れる。仕事のことは考えない。で、自分の健康にちゃんと気をつけて、しっかり食事をとる。運動をたくさんする。そして、睡眠をちゃんととると。で、自分の好きなことをやる。で、そうすることによって今までストレスでね、うわーってなってた状態から、リカバリーできるかもしれないというような話です。
で、実際2週間って言ったんですけれども、こういう風にね、片頭痛とかジンマシンとかかなりひどい症状が出ちゃってるっていう時点で、2週間休んで、はい、じゃあもうあなためっちゃ元気になりましたみたいなことには正直ならないわけですよ。こう今までのストレスがね、蓄積された結果ね、爆発して片頭痛とかジンマシンが出ちゃってるんでね。なんで2週間ちょっと休んで、はい、100% 健康になりましたなんてことはないんですよね。なんで2週間休んだらまたドクターチェックを行って症状が良くなったかどうかで、もしもっと休みが必要だったら追加で休むっていうような形になってますね。ということでですね、ちゃんとこういうことも包み隠さずお伝えすることによってね、私のリアルな日常を届けられるかなというふうに思ってます。会社の環境的には絶対的に日本でいた頃の環境よりかは良くなってますんで、それは日本からイギリスに引っ越して今の会社で働いてよかったなというふうに思ってるんですけれども、やっぱり根本的にね、私っていうのはやはり組織で働くには向いてない、割とね社会不適合な部分がありますんでね。なんでこの休暇はとにかく自分の好きなことをやる、休む、運動をたくさんして体を強くするっていうところにフォーカスしていきたいなと思います。皆さんね、こういう風に私みたいにね、身体的に症状が出てしまっては取り返しがつかないことになってしまう方もいるわけなんですよ。私の場合は多分少しマシだったのかもしれないですけど、なんで自分の価値観と自分がやってることに食い違いが生じてるなみたいな、そういう風に思った時はその心の声を無視せずにどうやって環境を変えていくかっていうところをやっていってほしいなっていうふうに思いますね。なんで皆さん私をね、反面教師にしてくださいね。とりあえず編集とかもあるんで、編集とかをやりつつ、あとは運動とかね、やっていきたいな。ランニングのルーティンとかにも戻っていきたいんでね。ということで、ここ数週間はおそらく仕事をしない日々が続くと思うんですけど、それもね、リアルな私の日常をお届けしていく目的の一つだと思って、包み隠さず Vlog に載せていこうかなというふうに思います。はい。で、また体調の話とか、メンタルの移り変わりなどについてもいろいろお話できたらなというふうに思いますんで、引き続き見ていただければなと思います。はい、おはようございます。今朝の7時ちょっと過ぎなんですけど、今からランニングに行ってきます。ちゃんとランニングルーティンに戻ります。はい、今3キロちょい走りました。あと1キロちょっと走ろうと思います。いや、暑い。まだ7時半くらいなんですけど、結構暑いですね。着替えてコーヒーを入れて飲んでるところです。アイスコーヒーで、ちょっと編集とかしてゆっくりしようかなっていう感じです。でね、ニュースを追ってるんですけどね、いやマジで熊本もうちょっと被災者のためにやってあげろよって思うようなことがちょっとたくさんあったりして、まだ車中泊やってる方とか、避難所にいるけど床の上で寝てるみたいな、こんなにたくさんお金もみんな寄付してくれたり、ちょっと憤りを感じますね。総理大臣が避難所に行ったみたいなニュースもありますけど、正直パフォーマンスしてるようにしか見えない。いや本当に現状分かってますかっていうところを、10年前もかなりこういう車中泊してる方とかエコノミー症候群の危険性がみたいな話が10年前もあったりしたんですけど、なんで10年前の失敗をまた繰り返してるんだろうっていうふうに思ったりしますね。日本って災害大国じゃないですか。なんでそれなりに学習して備えを万全にしておくべきだと思うんですけど、毎回こういう大災害が起こるたびにまた同じように車中泊だの床の上で寝るみたいな、正直人権なさすぎてかわいそうでしょみたいなことになっちゃう。お金があるのになんで何にもやってくれないんだって憤りを感じます、本当に。いやマジで政府のパフォーマンスとかどうでもいいんで、ちゃんと行動しろって思いますね。本当に政治家って
社会っていうのはね、そういうやつが得するようにできてるんで、基本的にはなんか腐った芝居を見せんじゃねえよっていう風に思っちゃうんですけど、まあいいや、とりあえず自分の仕事に集中します。はい、今スポンサーしてる保護猫活動をしてる NPO があるんですけど、そこからアップデートが来て、スポンサーしてた猫ちゃんが新しい家が見つかって元気にやってるよっていうこの報告と、あと今保護施設にいて里親を探してますっていう猫ちゃんの写真とか送られてきました。毎月ちょこっとずつ募金してるんですけど、スポンサーになってよかったなっていうふうに思います。皆さんもね、なんか結構30代くらいになると金銭的にもそこそこ余裕出てくるじゃないですか。で、あとやっぱり若い時と違って、私だけかもしれないんですけど、なんか物欲があんまりなくなる。そういう人にはこういう寄付とかおすすめですね。なんかこう誰かの役に立つっていうのはすごい大事ですし、一つのお金のいい使い道じゃないかなっていうふうに思って、私は毎月やってるっていう、そういうことです。はい、お昼ご飯食べて、でちょっと編集して掃除して、お昼ご飯食べて、で編集ちょこっとやって、ゲーム配信を30分だけやりました。今やってるゲームがもうめっちゃゲーム酔いするやつなんで、ゲーム酔いしちゃって30分しかできなかったんですけど、で気持ち悪くなっちゃったんで、1時間くらいちょっとベッドでゴロゴロしてたんで、今復活したっていう感じですね。で今からまた編集をやります。ラジオの編集がめっちゃ時間かかるんですよね。ちょっとそれを頑張ってやろうと思います。今からテニスに行ってきます。2時間くらいテニスをやってきます。暑い外頑張ります。めっちゃいい天気、超テニス日和です。楽しみ。はい、2時間ちょっとテニスやって帰ってるところです。今日はなんか10人くらい一つのクラスにいたんで、あんまり打てなかったですね。なんか夏になると人が増えるんですよ。で当たり前なんですけど、やっぱ寒くなるとみんな来たくなくなって、真冬とか3人とかしかいないんですけど、もう夏になると増えるっていう、状態ですね。もう私は夏も冬もちゃんと頑張って黙々と練習行ってます。そういう意味で言うと冬のクラスの方がたくさん打てて楽しいんですよね。ご飯代わりにプロテインでも飲もうかなと思います。もうご飯作るのめんどくさいんでね、プロテインで終わらせようと思います。本当はあんまり良くないんですけど。はい、お風呂に入ってすっきりしてきました。さて今の時間が10時ですね。何しようかなっていうか、まずスポーツノート書いて、あと日記とか書こうと思います。で今日は結構ね To-Do をたくさん書いてたんですよ。Vlog の編集とラジオの編集をやりたくって、それであとランニングとテニスと、あとゲーム配信とかですね、あと掃除、それも To-Do に入ってたんですけど、一応ね全部 To-Do できました。やったーい。ただラジオの編集が結構時間かかるんですよね、編集って。で全然終わってないんで、明日もやりますっていう。明日もラジオの編集ね。明日は朝テニスがあって、8時から9時までテニスでしょ。ちなみにこの手帳に全部時間とかタスクとか書き込んでます。テニス8時から9時までやる。でテニスの前に30分間ランニングしたいんで、7時から8時くらいまでランニングだな。んでその後ちょっと買い物に行かなきゃいけないんで、9時から10時くらいまで買い物にしとくか。テスコに行ってバナナ買わなきゃいけないです。10時に帰ってきたら昼ご飯の時間まで編集かな。1週間友達が泊まりに来るんで、あとは流れに任せてっていう感じで、午後の予定は一応開けとこうかなと思います。よし。ということで、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。今からランニングに行って、そしてその後テニスをやっていきます。
眠い。はい、3キロ通過。間違えた、まだ2キロだった。2キロ通過。走り終わったらこのテニスコートでテニスやります。きつい。天気が悪い。疲れた。4キロちょっとだけ走りました。で、今からテニスをやっていきます。いや、めっちゃ運動してるな。超汗かいてます。はい、頑張ります。何度でも何度でも叫ぶこのはい、今からアイスコーヒーを飲みながらちょっと作業をしたいと思います。屋久島一周エコマラニック1月10日エントリーしました。一応12月末にまた日本に旅行に行くんでね、その時になんかウルトラ出たいなと思ってたんですけど、ちょうど屋久島一周のマラソンがあったんで、これに出ます。100キロですね。はい。多分今の走力じゃ多分ね、やばいと思うんで、ちゃんと鍛えていきたいと思うんですけれども、とりあえずね、標高が多分2000メートルくらいあって、ムカつくダブルマラソンと同レベルもしくはそれ以上かもしれないですね。それレベルの獲得標高があるんで、坂を登る練習とかやらなきゃいけないなっていうふうに思います。ただ制限時間が結構長めにとってあるので、一応完走はできるかなっていう感じの感覚を持ってるんですけど、はい、まだわかんないですね。とりあえずウルトラランナーのみやこさんにも会えるみたいなんで、超嬉しい、超楽しみ。はい、すごい尊敬している方なんでね、はい、もしこれ見てらっしゃる方で屋久島一周ウルトラエコマラニックマラソン自分も走るよっていう方がいらっしゃったら、ぜひちょっとコメント欄で教えてください。私は100キロに出て、妻が26キロのコースに出ます。もし行く方いらっしゃったら頑張りましょう。今から友達がうちに泊まりに来るんで、友達が来たら一緒に遊んでゆっくりしようかなっていう感じです。はい、今この本を読み終わりました。Small Boat っていう本なんですけど、難民が30人乗った船が沈没して27人が亡くなったっていうような話の本なんですけど、その時にオペレーターとして難民からで助けてくれっていう電話を受け取った人の心境とか詳しく書いてあるんですけど、なかなか面白かったですね。人間の心の動きみたいなのがよく表現してあってよかったと思います。あとなんかこの本では一人の女の人が中心に進められてるんですけど、この一人のオペレーターの人が負うには大きすぎる責任というか、人間ってなかなか目に見えてないもの、社会的な構造に関してなかなか気づかないことが多いと思うんですけれども、多分それをよく表現してるかなというふうに個人的には思ったかな。だからこそこういう事件が起こった時にまず一番責めやすい人っていうのは存在する。で、一方でその背景にはもっと大きな社会的な構造っていうのが存在しているわけであって、私たちが多分意識を集中すべきはそっち、今の社会の問題点とかそういうところを紐解いていくことでしか本来問題っていうのは本質的には改善されないわけであって、日本語に訳されてるか分からないんで、興味ある人はぜひ読んでください。薄いんでね、はい、1日で読み終われるレベルなんで、興味がある人はどうぞ。はい、おはようございます。8時くらいにのっそり起きて甲子園見てます。福岡と鹿児島がやってますね。はい、ちょっと家でゴロゴロしてたんですけど、今から夕食を食べに行ってきます。ビーガン中華に行ってきます。
Something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. はい、今甲子園見てたんですけど、いやー、熊本の有明高校の試合がもう激アツすぎて、ランニング行こうと思って全然行けませんでした。とりあえず今から1時間ランニング行ってきます。今4キロ弱。めっちゃいい天気。暑くない程度に日も差しててめっちゃいい。ロンドンの夏最高や。はい、ちょっとした出店が出てますね。子供たちが夏休みなんでそれの出店ですね。いやー、平和だ、平和だな。あと1キロ頑張る。今8キロちょっとです。シャワー浴びてきました。今からお昼ご飯を食べていきます。疲れた、お腹空いた。練習してたんですけどちょっと疲れてきたんで、今から友達とカフェに行ってきます。新しいカフェが近所にできたんでね、ちょっとそこに行ってみようと思います。はい、今の時間が11時半なんですけど、友達とまたずっとタロットカードをやってました。タロットカード面白すぎる。はい、ということで寝ます。おはようございます。さっき作ったアイスコーヒーを飲みながら編集やろうかな。永遠に終わんないんだけどどうしよう。ラジオを6月に撮ってそれの編集をしてるんですけど全然進まん。なんで進まないかっていうと、なんかいろいろ効果音入れたり字幕をちょっとアレンジしてみたりとかしてるんで、それが理由でかなり進みが遅いっていうことなんですけど、いやー難しいですね。マジでクリエイターの皆さん、こんなのを毎週作ってる人とかもいてマジにすごいなと思います。自分ももうちょっと学習したらもうちょっと早くなるのかなっていうふうに思うんですけど、それまではまずは慣れるっていう感じですね。はい、ということでやってきます。はい、ちょっと YouTube のネタを考えてたんですけど、今から友達とランチに行ってきます。こち亀記念館で買ったこち亀バッグを持って行ってきます。タイ料理食べます。You really need space to breathe. You really light up your sleep. I don't believe when you said to me. You really need space to breathe. Something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. はい、今日は朝からテニスがあるんですけど、その前に1時間走ってテニスを2時間やってきます。頑張ります。よし。おいで。おいで。こっち見てる。かわいいね。はい、リスがたくさ
さんいます。この公園はというかイギリスの公園は基本的にリスたくさんいます。めっちゃ可愛い。はい、まだ1キロ半しか走ってません。もうちょっと頑張ります。いやー、天気いいな。今日もいい天気。はい、今3キロ。犬がたくさんいて可愛い。あと何分だ、40分くらいランニングします。はい、5キロ走りました。あと、10分くらいかな、15分くらい走ると思います。木漏れ日が気持ちいい。はい、45分走ってきました。7キロ弱ですね。はい、走ってで今から2時間テニスがあるんで、一応3時間連続で運動をするっていう、体の耐久性を高めるっていう目的でランニングをしてテニスに行きますと。で、昼からはいろいろ編集とかもすごい溜まってるんで、溜まってる編集をやらなきゃなと思います。で、今遊びに来てる友達と一応ラジオを撮りたいなというふうに思ってるんで、そのラジオのネタを考えるのと、あと撮影ですね、それもできたらなというふうに思います。はい、今テニスに向かってます。中国人のおばちゃん2人が大学のキャンパスにある卓球台で卓球やってて、しかもめっちゃ上手くってびっくりしました。なんかおばちゃん2人いつも卓球やってるんですよね。多分大学生じゃないのになぜか卓球やってるっていう、めっちゃ可愛いということで、私もテニス頑張ってきます。はい、今テニス終わって帰ってるところです。2時間めっちゃ走ったんで超疲れました。今から家帰ってご飯食べます。はい、この後は帰って編集して、いろいろ友達と遊んだりとか、ポッドキャストの準備したりとか、いろいろやろうと思います。ということで、今週も1週間お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。